で、私がなぜこんなことを今言ってるかっていうと、まあ世の中でわけのわかんないことが起きたらですね、みんなでなぜということをいろはのいいからですね、素人の疑問点を持ちながら、素人の幼児のような問題意識を持ってですね、政治をもう一回見ていくっていうことが今必要なんじゃないかと思います。で、その点でですね、私は有権者の皆さんはここ5、6年、ありとあらゆることを経験しましたからね、ますます今言ったような素朴な疑問としっかりとした問題意識と学習をどんどん深めているように思います。いいことです。日本の民主主義は今、ますますしっかりとしたものになりつつあると言っていいんじゃないでしょうか。最近、選挙区に帰っても、東京で週に3回乗るタクシーの中でもですね、政治談義が始まります。で、私の顔を見ると、あれ、どっかで見たことあるな、そういえば加藤さんって人でしょう。この辺は温かい運転手さんで、どっかで見たことありますね、先生、とか言って、議員でしょう。亀井静香さんだっけというのが最も多いんですよね。こんなことがありました。余談ですが、ある日私は福岡の空港から朝一番で東京に帰ってくる時でした。我々は VIP っていう扱い、不損にも受けて、一番前の席をリザーブしておいてくれるわけです。で、私は一番の A の窓際に指定されてました。ところが一番の B、隣の席に行ってみたら、体の大きいですね、体の大きい若い人がサングラスかけているんですね。で、若干これっぽいなという感じで、それであまりトラブル起きない方がいいなと思って、静かにその前を通って席に着いたんですが、飛び立つと朝日がさんさんと入ってきて、新聞読めない、窓下げながらおっと思って、隣のその青年に窓を下げてよかったですかねと静かに聞いたんです。そしたら眼鏡パッと外してニコッと僕に笑ってですね、いい顔でしたね。いいですよ先生って言うんですね。それで私は九州の博多のフランチャイズの野球チーム何でしたかな、ソフトバンクの国母と申します言うんですね。それで先生の隣に座るの2回目ですと。1回は銀座のちょっとした小料理屋さんのカウンターで隣に座りました。あの時ご挨拶しましたって言うんですね。それでごめんね、ごめん、僕はねプロ野球について音痴なんだよね。だからあんた有名な選手なのに2度目会って顔も名前もこういうことでごめんねごめんねと言ったら、いや先生いいですよ、僕こそね先生みたいな人の隣に2度も座って光栄です、先生頑張ってくださいね、亀井先生って言ったんです。だから僕は加藤っていうのっつったんですけどねそれ以来友達になりまして、山形のお米なんか送ったりして、僕も頑張ってください国母君ってやってますけどね、ちょっと余計なことを話しました。だから新聞見ながらですね、なんて言いますかね、ゼロから子どものような率直な疑問、
を持ってほしいと思うんですね。で、最近は一番みんな疑問に持ってるのはですね、特別給付金ですよね。お一人1万2000円、2兆円合計、これについてものすごいです、反対の電話は。それでいい加減にせえなんぞというもんじゃありません。見損なったようなんぞという電話じゃないんです。で、私の選挙区にもですね、いっぱい来るけど、何々町のなんていうもんだと、日頃の講演会のメンバーだったりね、それでいろんなタイプの人が匿名じゃなくしっかりとした意見表明をして、そしてあんだけのお金を出せるんですかと。お金ないと日本言ってるじゃないですか。出せるんですか。それに3年後消費税上げてまた分取るみたいな話じゃないですかと。そうしたらその2兆円の金があったら、今社会で一番問題なのは産科小児科のベッド、緊急対応、お医者さん少ないということが一番でしょうと。どうしてそれに使わないんですかって言うんですね。大体一つの大きな病院を作ると500億とか1000億とかって新聞に書いてあったけど、全国にそれじゃ20カ所そういう専門の病院を建てたら国民的にも非常にいいことじゃないでしょうか。また妊婦がたらい回しにされて間に合わず亡くなったっていう記事がありましたねと。ありましたねと。どうしてそれに使わないんですか。で、うまくそれが救われるっていうことになれば、国民は明るくなって、そしてなんとなく自分の家の話ではないけど、助かった人が出るとなると、なんか人生生きていく勇気が出るじゃないですか。どうしてやんないんです。こういう話なんですよ。だから新聞読んでも大きな総合病院は1000億ありゃできるみたいな数字をポンと頭に入れることと、2兆円っていう総額がどういう意味あるかっていうことを分かって電話よこすんですよね。だからだんだんいい政治状況になってきたし、と同時に政治家にとってはやりがいがあるというか、怖いというか、緊張せざるを得ないというか、いい感じだなとこう思ってます。